やっぱりブドウ膜炎ですね。ステロイドの点眼薬を処方しますから、しばらくそれで様子を見ましょう。眼科を出ると、私は下を向きながら、医師から言われた言葉を思い出していた。1日2日で治るようなものではないですからね。長い付き合いになると思った方がいい。エコさんは網膜剥離もやられてますから、徐々に視力が衰えてくるのは致し方ない。きちんと治療をすれば失明することはないだろう、と言われたが、わからない。もし目が見えなくなってしまったら。数ヶ月前から悩まされていためまいや頭痛の原因が目にあったなんて。私はこぼれる涙を拭きながらとぼとぼと歩いた。エコさん、もし恋人とかいらっしゃらなかったら映画でも行きませんか？大成からそう声をかけられたのは私が23の時だった。高校を卒業後、調理の専門学校に通い、駅前のパン屋に就職した。大成はパン屋の目の前の交番のおまわりさんだった。やあ、こんにちは、エコさん。春山さん、こんにちは。あんパンと牛乳。毎日毎日同じものを買いに来るから、とっくに顔見知りで、パン屋の従業員はみんな、あんパンおまわりさんと彼のことを呼んでいた。その日は夕方に2度目の来店をし、しばらく店内をうろうろしていて、まさかお土産にまたあんパンを買うのかな、と思っていたら、そんなことを言われた。あまりに予想外な言葉に、一瞬私は返答に詰まった。いや、すいません、突然。これも。なんて言いながら、トングに掴んだあんパンをそのままレジに持ってきて、私はぶっと吹き出した。そうして私は彼と映画に行き、何度かのデートを経て交際を始めた。いやあそこのあんパンが美味しいのは確かだよ。だけどそのうち目的がパンじゃなくてエコになったの。大成はそう言って笑った。付き合って5年が経ち、大成は交番から警察署勤務に変わった。私は変わらずパン屋で働き、会うたびに大成にあんパンを持って行った。エコ、俺の仕事は忙しいし、時間も休みも合ってないようなものだ。でも、その分君をきっと大事にするから、俺の奥さんになってください。そんなプロポーズを受けたのは、梅の花を見ながら散歩をしていた時だった。優しくて、頭が良くて、何より私を大事にしてくれる。この5年で彼がどんな人なのか十分すぎるほど理解した。だからこそ私の病気が原因で彼に迷惑をかけるのではないかと思った。昔から悪かった視力は病気のせいでさらに悪化した。見えているうちはいい。でも、もし失明などしたら大成の負担になる。ただでさえ仕事でいつも心配が尽きないのに、私の病気で心労をかけたくない。それならばいっそのこと別れてしまった方が
彼の人生のためになるのではないか。そうは思えど、私にとってかけがえのない存在の大勢との別れなど、考えることなどできなかった。悶々と考えるほどに涙はあふれ出た。元気でやってるんか？たまには顔を見せんさい。神奈川に住む祖母から電話があったのはそんな時だった。どうして祖母はいつも私が悩んでいる時にこうして連絡をしてくるのだろうと不思議に思う。まるで空の上から私を見ているみたいだ。おばあちゃん、私元気ない。久しぶりの祖母の声に私は甘えてそう言った。ばあちゃんがおいしいかき揚げ作ったるで。おいで。ちょうど大勢は1週間お仕事で他県に研修に行っている。しばらく有給も使っていない。行く。私は返事をすると旅行カバンに着替えを詰め込んだ。おやまあ、プロポーズ？あれだろう。頭が角刈りのアンパンの彼氏だろ。やだ、おばあちゃん。アンパンなんて覚えてたの？そう、その人だよ。すっごくいい人だから。私、悩んでてさ。その晩、祖母が作ったかき揚げをつまみに、祖父母と晩酌しながら、私は二人に悩みを打ち明けた。無口な祖父は、熱燗をちびちびやりながら聞いているだけだ。ばあちゃんには少し気持ちがわかるな。祖母はそう言って左の頬の傷を撫でた。それは祖母が子供の時にできたという大きなやけどの跡だった。それをちらりと祖父は見てふっと笑った。横須賀の海沿いでは冬になるとよく海辺で火を焚いて魚を焼いたり暖を取るんだ。あたしの父親も漁師をしてたから休みになると友達と一緒に海に行ったよ。何の弾みだったか忘れたな。鬼ごっことかそんなのしてたんかな。ずるっと砂に足を取られてね、焚き火ん中に顔を突っ込んだ。そん中にあった焼けた石ころがね、ざっくり顔に刺さってね。痛み？そん時はなんにも感じなかった。びっくりしたけどね。まあ自分の不注意でそんなやけどしたんだもの。仕方ない。両親には悪いことしたなと思ったよ。顔半分に大きな傷をつけてね。もう娘は嫁に行けんと思っただろう。実際私も鏡でその傷を見るたびにため息出てね。一人で生きていくしかないと覚悟をしたよ。人に会うのが嫌になって学校行くにも顔を隠して家にこもって裁縫したり父の魚をさばいたりした。両親はそんな私を哀れんでなんにも言わんかった。それがまた申し訳なくてね。
ある時、住んでる町で祭りがあった。冬の寒い日でね、海辺で火を起こし、一年の祈願をする恒例の祭りさ。だけんども、あたしは顔に傷がある。家にいたいとダダをこねたが、大事な祭りだ。ちょこっと顔出すだけでいいから。とね、あたしは引きずられるように父の後ろに続いたよ。襟巻きを頭から巻いて、顔を見られんように、そーっと人だかりに紛れた。海辺の焚き火は、怪我をした日を思い出させて、真っ暗な夜の海に、恨めしい気持ちで座ってたらね。じいちゃんがすっと隣に座ってね、あたしに向かって言ったんだ。その怪しげなほっかむりを取らんかい。ってね。じいちゃんとは同じ学校の同級さ。毎日顔を合わせとる。だけんども、またいじめに来たんかと思って、あたしは黙っとった。そしたらあんた、隣からひょいっとあたしの襟巻きを抜いたんだ。何すんの？返してちょうだい。って、あたしは怒った。そしたらね、じいちゃんが私の顔をじっと見て言ったんだ。何を隠すことがあるんかい。いい顔してるじゃないか。臆することはない。海の前ではみんな平等じゃ。あたしは驚いたのと恥ずかしいので、膝で顔を隠してね。こんな顔じゃ嫁にも行かれんわい。ってふてくされた。そうしたらじいちゃんはうわははっと笑って、そうかい、もらい手がなけりゃ俺がもらうか。って、そう言って、あたしの頬の傷を優しく撫でたんだよ。おばあちゃんはシワだらけの手を隣に座るおじいちゃんの手の甲に添えた。おじいちゃんはテレビを見ながら我関せずというようにこちらを向かない。すごい。それでおばあちゃんおじいちゃんと結婚したの？そうさ、とおばあちゃんは笑った。じいちゃんと一緒になってから自分の傷を恥だと思わなくなった。いろんな場所に連れて行ってもらったけど、どこに行くにももう顔は隠さなかった。こんなあたしだけどね、じいちゃんに出会って幸せだったね。少し照れながら話すおばあちゃんがなんとも可愛らしい。おじいちゃんすごい、かっこいいじゃない。うわー、そんな話聞いたの初めてだよ。思いがけない祖母の告白に私は声を上げた。顔の傷なんかどうでもいいが、ばあさんは心が真っ白でいい女だろ。それに傷がありゃ人混みん中でもすぐに見つけられるで。便利だがな。照れているのか熱燗のせいか顔を赤くして祖父は言った。だからな、子。話し終わった祖母は私を見た。あんたの心配事を全部正直に大成さんに
話してごらん。今のあんたを受け入れる、そのままのエコがいいって言ってくれる人ならば、あんたの目がどうなろうと、しっかり面倒を見てくれる。そのなんとも説得力のある祖母の話に、私はため息をつきながらうなずいた。まったくその通りだと思った。おばあちゃん、本当だね。私、目が覚めたよ。私が言うと、祖父は空の調子を振って笑った。じゃあ、付き合えや。ばあさん、かき揚げと熱燗追加。はいよ。と立ち上がる姿を見つめる祖父の目は優しかった。数日、祖父母の家でのんびりし、東京に戻ってきた。今の自分を嘆いても目が良くなるわけじゃないし、そもそも失明すると決まったわけでもない。でも、絶対に大成さんの足手まといにはなりたくない。もしも彼が別の人生を歩きたいと言ったら、笑ってうなずけるようにしたい。そう思った。よう。研修から戻ってきた大成と久しぶりに彼の家で会った。夕飯はちゃんと作るからね。と、私は朝焼いたあんパンを差し出す。やっぱこれよな。そう笑う大成の顔をしっかり目に焼き付けよう。もしかしたらもう見ることができないかもしれない。そう思うと涙がじわりと出てきた。なんだ？どうした？俺がいない間に何かあったのか？アンパンを食べる手を止めて、大成が私の隣に座った。違うの。きちんと話したいことがあって。ごくんと大成は喉を鳴らした。私はゆっくり、でもしっかりと彼の目を見て話した。自分の病気のこと。今はメガネがあれば見える。きちんと治療も続ける。でもこの先、目の病気が悪化して弱視になって、最悪目が見えなくなってしまうかもしれない。と伝えた。もしそうなった時、あなただったら絶対に私を見放さない。それを知っているから、そうなる前にきちんと話をして、もしあなたの負担になるなら。言うな。話し終える前に大成が声を出した。それで泣いたのか？その病気で俺が離れていくとお前は思ったのか？私はうつむき黙った。俺は、と大成が私の顔を両手で挟んで前を向かせた。俺はそんな男だとエコは思うのか？バカ野郎。もし今日お前が大事故に遭って両足がもげようが、耳が聞こえなくなろうが、目が見えなくなろうが、これだけは言える。俺はお前が好きだ。そしてお前がどうなろうと絶対にそれは変わらん。お前の目が見えなくなったら俺がお前の目になる。それだけだ。何を心配することがあるんだ、バカタレ。サングラスとかかけるよ。かっこいいじゃん。杖とか持つかも。
大成は笑った。いいな。それがあればどこででもすぐにお前を見つけられる。ふっと笑おうとした。が、ダメだった。ふ、こめかみがぎゅっと熱を持つ。ピンと張った糸がたわむように、私はわっと泣き出した。大成、大成。あーん、あーんとまるで子供のように泣く私を大成はぎゅっと抱きしめた。泣け、たくさん泣け。いつでもここにいる。そして私の耳元でささやいた。このアンパンを俺が死ぬまで焼いてくれ。涙と鼻水でくしゃくしゃになったまま、私は笑った。大成さん、本当に今日はいい式でした。どうかエコをよろしく頼みますよ。結婚式が終わると、祖母はそう言って大成に頭を下げた。はい、約束します。じゃあ行くからね。と祖父母が帰ると大成が言った。エコのばあちゃん、かっこいいな。いい顔してる。きっとその言葉は私の生涯の宝になる。大安、吉日。空は青く広く澄み、私はありがとうという代わりに愛しい夫の手を握りしめた。